マテリアルズ愛。置くだけで充電できちゃうワイヤレス充電器。スマホの裏蓋に細工をして置いてみると光ります。 IH コンロに LED を置いても光ります。今回はケーブルなしで電気が届くワイヤレス充電器の種明かしです。電線なしで電気が送れる、その仕組みを知るため一大決心をしてスマホを分解。裏蓋をそーっと外して現れた部品に LED を接続します。充電器に近づけるとつきました。この黒い部品を開けてみるとコイルでした。コイルって磁石を組み合わせると発電機を作れますよね。ならば充電器を分解し、どんな磁石が入っているのか見てみましょう。蓋を開けてみるとあれ、磁石がない。あるのはコイルだけ。変なのと思った方、お待ちください。コイルに電気を流せば電磁石になりますよね。磁石とコイルが揃うので発電できるはず。そこでコイルに電池をつないで電磁石にしてみるとあれ、つきません。なんで？実はこの2組にはとても大きな違いがあるんです。どこにあるかわかります？違いは直流と交流。どういうことか見てみましょう。コイルで電気を起こすには磁石を動かすことが必要なんです。よく見てみてください。磁石が動くときしか電気は起きないんです。コイルに電池をつなぐと磁石になりますが、その磁石はいわば静止しているだけ。これでは発電しませんよね。実はスマホ充電器のコイルに流れる電気はプラスとマイナスが激しく入れ替わる交流なんです。発生する電磁石も N と S が激しく入れ替わります。まるで磁石を高速回転させているようなもの。携帯電話のワイヤレス充電はプラスマイナスが入れ替わる交流電源をうまく利用して高速回転する磁石を作り発電していたんです。ですから乾電池では点灯しなかった先ほどの装置も電源を交流のものに変えるとほら、ちゃんと LED がつくようになりました。実はこの原理、キッチンにある IH コンロでも使われています。IH コンロの上にコイルを置いてみるとほら、電気がつきました。 IH コンロもやはりコイルで高速回転する電磁石を作り出し、鍋にエネルギーを送って加熱していたんです。なるほど。離れたところにエネルギーを送るこの仕組み、実は材料開発の現場で大活躍しています。こちら合金を作る溶解炉。中を見ると金属が宙に浮いているんです。器に沈んだ状態で溶かすと器の成分が合金に混じってしまう可能性があるため、特殊な方法で宙に浮かしながら金属を溶かすんです。でも浮いた状態でどうやって加熱するのか。それが離れたところにエネルギーを送る今回の原理。装置内部にあるコイルに高速でプラスマイナスが入れ替わる高周波電流を流して高速回転する電磁石を作って加熱していたんです。磁石と電気、離れたところにエネルギーを伝えるため様々な活躍をしているんです。